毎度さんです。Takueimaruの船長Yonagaです。初めてご覧いただいた視聴者の皆様、ありがとうございます。このチャンネルでは北海道で行われている漁のリアルをお届けしています。さあ今回は1年の中でもめちゃくちゃ忙しい一日でタコ漁とホタテ漁を行う日を私Takueimaruの船長自らセルフ密着。北海道の雄大な自然と美しい景色とともにオホーツク海漁師の一日をお届けします。午前4時30分、まずはタコ漁から長い一日がスタートします。海に浮いている自分の仕掛けの目印、ボンデンですね。まずはこれを回収します。やさんおはよう。ボンデン確認できたけど玉紙にあるわ。これで動かしてたから払ってんのかなと思ったけど、やっぱりそうかい。玉流されないわ。ダメということで、この日は中潮だったんですが、潮の流れが使えずボンデンが流れないため、一度船の上に上げてロープを輪にしていきます。潮だるいわ。いつものタコ漁とは違ったのしのかけ方ですが、これはね、春に行う毛ガニ漁と同じやり方なので、スタン照明を立てて臨機応変に対応します。いいよいいよ。よし。ここでやわってこいでいくべ。やわっと進んでもらって。輪にしたロープ、ボンデン綱は海へ再投入。また次回の漁の時まで同じ場所に仕掛けておきます。そしてこの日は本当に潮の流れが弱くて、いつもなら船の横についてるサイドドラムにかけて進むのですが、今日はローラーに直接かけて船の前後進でのしを漕いで箱の中にいる水ダコを漁獲します。よし、OK。午前4時50分、水ダコの箱出しがスタート。時期的にね、そこまでタコは入っていないので、船長自ら使わない道具を片付けていきます。タコ漁で使う道具は毛ガニカゴ漁の時とほぼ一緒。次はホタテ漁を行うので邪魔にならないようにしておきます。で、今片付けているのがスタンション。さっきね、のしをローラーにかけた時はこれにロープを通して巻いていました。これもホタテ漁には必要ないので、紐で縛って固定しておきます。それでは片付けも終わったので、船長も作業の輪に加わります。やっぱりタコはいないでしょ。こんないとだけどこないだがこないだだもんな。ということでね、この時期になると水ダコもサイズダウン。大きいタコはね、前回の漁や他のイサリ漁などでも漁獲されてしまうので、回を追うごとにタコの漁獲量は減っていってしまいます。出せんのかこれ。ルールで2キロ未満は再放流。全てを取り尽くすのではなく、資源管理をして漁獲物が枯渇をしないように努めています。あっさんあっさん。おー、これはでっけえよ。こいつはでけえよ。ここでようやく水ダコらしいサイズが入ってました。初めてタコの箱出しを見るという方もいるかと思いますので、少し解説をすると、タコの出し方は眉間に塩を塗って出てくるのを待つです。うわ、来た。ついにこの時期来た。これはタコ箱に産みつけたケツブの卵になります。
コって可食部がとても多くてほぼ捨てるところがない。キロ単価も高いんだけどぶどまりが良くて、実は業者さん的にも漁師的にもめっちゃウィンウィンな食べ物なんです。そして見てください、この綺麗な朝日。働いてる時景色に浸る余裕なんてないけど、こうして見ると素晴らしい環境で仕事してるんだなと改めて実感させられます。しけてる日はね地獄なんですけど。すげえな。世界的に見てもタコを食べる国って少なくて、欧米ではデビルフィッシュ、悪魔の魚なんて呼ばれていて、タコの食文化って実は世界で見ると少数派なんです。これで2キロあんだべな。おやばいやばいやばい。すべての箱をチェックして今回の漁は終了。タコは全然取れませんでした。タコ箱の容器がまだ残っているので、もう一度仕掛けるためのしを外して、あとは寄港となります。船のリモコンはホタテ漁でも使用するので、ダイヤルを戻してしまっておきます。550 5時50分ご杯。この日は全体でもあまり量がなく厳しいタコ漁となってしまいました。午前6時、取れたわずかなタコですが荷揚げをして出荷します。取れたタコはサイズ別で計量。かがんないの。すべての船で取れたタコが集められます。続いて準備ができ次第ホタテ漁へと向かいます。今回のホタテ漁は決まった時間までの操業でノルマを取るのではなく、漁場造成を目的とした操業になります。漁場造成っていうのは、簡単に言うと海底のお掃除、こっちの漁師はね時間までって言います。午前6時55分、本日の操業区に到着。今回の漁は到着次第それぞれのタイミングで漁を開始します。海に投入した発射のワイヤーが張ったら、指定した長さまでワイヤーを伸ばします。ブレーキをかけてワイヤーの長さを固定したら曳航開始。時間までの場合、ノルマのね12トンを取ることがほぼ不可能なため、来年にまく稚貝のために外敵の人手駆除が主な目的となります。なので発射を引く時間もおのずと長くなり、映像でね見ても分かるように海底にはほとんどホタテがいない状態となっています。だけどこれはまた来年に稚貝をまくためであって、よくコメントで海外や日本の方からもこんなコメントをもらうんだけど、オホーツク海にサンゴ礁はないしホタテも汚染されていません。乱獲なんかじゃなくて、5年前に自分たちが出資して購入した稚貝を海という畑で5年育てて収穫する。まいたものはきっちり回収する。これが猿払村の育てて取る漁業なんです。説明。ここ猿払村をはじめとするオホーツク海沿岸の地域では4月から5月にかけて大規模な稚貝放流を行います。稚貝は主に日本海の苫前、増毛、石狩の浜増地区から購入していて、他にもオホーツクは羅臼や常呂、阿武田や室蘭などからもトラックに積まれたたくさんの稚貝が運ばれてきます。
その他にも遠別や小樽、オホーツクは湧別や網走など北海道全土で稚貝が生産されています。その稚貝漁師さんたちが大事に育てたホタテの1年貝を4月から5月の1ヶ月にわたり猿払村漁協では2億6000万粒もの稚貝を放流しています。トラック1台におよそ500カゴ、1カゴがだいたい26キロなので全部で1万3000キロ、1隻で13トンもの稚貝を船に積んで放流しに行きます。で、港を出たらすぐに散水、稚貝が乾いて弱らないようにたっぷり海水をかけてあげます。開いてきた。船が所定の位置に着いたら無線の合図で一斉に放流が始まります。はい、こんな感じで4月からの1ヶ月はホタテ漁や毛ガニ漁の合間を縫ってこの稚貝放流が行われます。あれこれも終わりました。はい、もう終わりました。はい、了解。だったら帰ろう。はい、そしてね、こんな波がある中で放流することもあります。さあ、これで乱獲ではないとご理解いただけたでしょうか。夏の最盛期、これだけのホタテを取っても資源がなくなることはなく、持続可能な栽培漁業としてオホーツクのホタテ漁はたくさんのホタテを生産することができるようになりました。それではセルフ密着に戻ります。発射を投入してから50分、周りの船も巻き始めたので周囲を確認して発射を回収します。発射を引いて約1時間、どれだけのホタテが入ったか見てみましょう。発射は横取りと呼ばれるロープで巻いて船内へ取り込みます。発射を取り込めたらフックを尻棒の輪にかけてホタテを取り出します。はい、1時間でどうでしょう。殻も混じってるのでこれでだいたい800キロくらいかな。選んでみないと分かりませんが、造成期も中盤になるとこれくらいのホタテしか入らなくなります。もう片方のホタテも取り出します。こちらも1トンはない感じ。発射をセットしてすぐに2回目の準備をします。
ポイントに到着したら発射を投入。これを12時まで繰り返します。午前8時過ぎ、ここでようやく朝飯タイム。船を自動運転に切り替えて食料を調達しに行きます。好きなホタテを自由に選べる、まさにこれが漁師の特権。取れてからまだ5分、超新鮮なホタテを少しね砂吐きをさせてから食べたいと思います。こんなもんでいいわ。さあということで本日の朝ごはんにいただく選抜メンバーも決まったので、ホタテの選別が終わるまで船頭業務に戻りたいと思います。で時間までの時は、入るホタテも少ないし、だいたい20分ほどで選別が終わります。発射も1時間以上引っ張るので、ホタテの選別が終わったら朝ごはんにしたいと思います。飯だ飯だ。ちょっとこんなに多いな。よし、こんだけあれは十分。ちょっと欲張りすぎたわ。ピューン。焼いてきた鮭、このままいっちゃう。鮭のハラス、おいしょい。鮭のハラスとホタテ丼完成。はい、改めましていただきます。いただきます。このハラスの炭火焼きのいい匂いだこと。マジでうめえ。ごちそうさまでした。マジでうまかった。さあ長い一日も操業終了の12時まで残すところ40分ほどとなりました。長い時間引っ張ってるとね、こんな風にナブラに直撃することも。これはおそらくブリかマグロの群れかな。正午12時、操船団長の合図で漁が終了。各船一斉に巻いて帰港します。
はい、ということで重たい八尺に指や足を挟まないように注意して片付けていきます。八尺1丁の総重量はもう700キロを超えてくるので、挟んだり落としたりすると簡単に大怪我してしまいます。なので慣れてるいつもの作業こそ細心の注意を払います。この時周りは船だらけになるのでぶつからないように注意して寄港します。ホタテの選別も終わり、入港時間は12時35分。この日の量計は4455キロ、4トン半でした。こんな風にノルマの13トンが取れなくなると漁場造成、時間までとなって全船の平均でホタテの量計が1トンから2トンぐらいになるとその場所は終了。次の年に稚貝が負ける状態となります。タコ漁も行っているので本日2回目の入港、トラックが来たら取ってきたホタテを荷揚げしていきます。終わり。さあ、そして最後の一仕事、明日もホタテ漁があるのでもっこと呼んでるホタテの荷揚げ用の網を敷いて本日の業務は終了。片付けて帰ってきた八尺をセットして長い一日が終了となります。そして今日は時間もねもう半端なので近くのラーメン屋さんに行って昼夜兼用のご飯にしたいと思います。貼ってね。見えるね。本当だね、山にね、まさか雪畑じゃないよね。今日行くラーメン屋さんはね、私たちほら醤油推しじゃん。ホタテカレーもあるから欲張り夫婦やっちゃうから今日。そうだね。すごい観光客。やっぱりこの時期に行っ
多いな車。はい、宗谷岬最北端です。はい、最北端到着で、今回行くラーメン屋さんはぐるっと後ろを向いて、このね宗谷展望台を登っていきます。ちょっとラーメン食いに行ってくるわ。しかおーい、かわいいおいじゃあラーメン食いに行こう。はい、この急勾配を登っていく。自転車大変だね。これ上から来たらやばいよ。私書いた。そしてここを登っていって、あの建物にラーメン屋さんがあります。本ですわ。さあ行ってみよう。これは絶対醤油派。はいはいよし。番号札160番170よいしょ番できました。きれいめに乗せてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。166番カレーできました。できるからね。胡椒たっぷりのこれサルスツ産の、2個も入ってる。いただきます。これはい、半カレー追加。ちょっと食べてみ。はい。これお持ち帰りもできるからね。美味しい。ごちそうさまでした。はい、ということで皆さん宗谷岬の方に来たら一度ねホタテのラーメン食べてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。